皆さんこんにちは。ファッションデザイナーのゆみです。今日はこちらのバッグが出来上がっていく様子を皆さんに見ていただこうと思います。最近こちらのバッグを3日ほどかけて制作したのですが、制作工程を全て動画にしましたところ結構面白かったので、解説を交えながらバッグが出来上がっていく様子を皆さんにお楽しみいただけたらと思います。では制作動画が始まる前にどんなバッグなのか紹介していきたいと思います。このバッグは最初はこちらの折り紙で作った工作から生まれたものなのですが、型紙作りから裁断、縫製など全ての制作風景を動画に撮りましたので、どんな風にして紙からバッグに生まれ変わるのか動画を見てお楽しみください。動画が始まる前にバッグの説明をしていきます。デザインは横幅18センチほどの小ぶりなサイズのショルダーバッグで、正面にハトメがランダムに打ってあります。素材の方は表地は本革の廃材を再利用したもので、裏地は薄手のコットンです。この動画では少し伝わりづらいのですが、底面にかなり分厚い芯が入っていて、バッグが自立するようになっています。それからバッグの背面にこのようにファスナーがついておりまして、閉会するようになっています。そして内側にマジックテープで閉会できる立体の内ポケットが2つついています。そして肩紐にはこのようにダボというものがついてまして、それを使って肩紐の長さを調整するようになっています。それでは始めていきます。デザインが決まった後はまず最初に型紙を作るのですが、今回のカバンは型紙を作るのに1日半ぐらいかかりました。画面の右上に見えるものも私が手作りしたものなのですが、次作るカバンはこれよりも横幅が小さいものを作りたかったので、このカバンをベースにパターンを進めていきました。こちらが冒頭で説明しましたデザインのベースとなります折り紙で作ったものになります。型紙の制作中、サイズ感なので迷った時はこの折り紙を定規で測ったりしてバランスを見たりすることもあります。カバンのパターンを引くとき、実際に何を入れたいのか、その実物をパターンの上に置いてみて、それプラス作りたいデザイン、それらの融合点を探りながらパターンを進めていきます。今回はこの白いお財布がカバンの中に収まることが条件だったのですが、どういう向きでお財布を入れるのかによってもカバンのサイズが変わってきますので、それをすごく悩みながら型紙を進めました。パターンがおおよそ完成に近づいてきましたので、ここで別の紙に一旦パターンを写します。実際のサイズ感を確認するためにこちらの紙で立体を作りまして、体に当ててサイズ感を確認します。洋服作りの場合だと物が大きかったりとか、紙で作って着ると破けちゃうのでこういうことはできないのですが、バッグや小物ですとこういう風に紙で作って、その後それを見ながらサイズ感を調整したりできますし、何よりこの工作のような作業が楽しくて個人的にはすごい好きです。紙のカバンが完成しました。出来上がった紙のカバンを体に当ててサイズを確認しています。サイズを確認した後はパターンの仕上げに入っていきます。今回のバッグはハトメを正面にランダムに配置したかったのですが、最初はこのようにして紙のミニチュアに鉛筆で書き込みをしてイメージを膨らませていきました。パターンが完成しましたので、パターンをトレースして縫い代込みの裁断用のパターンを作っていきます。ここからハトメの配置に入るのですが、このハトメの配置にとても悩んでしまいまして、洋服を持ってきてこのドットの配置に近いようなランダムなものにしたいなと思って、最終的にそれを参考にして配置を決めました。私は既製品のバッグをあまり購入したことがないのですが、その理由の一つに機能面にこだわりが強いということがあります。もちろん特別なイベントの時のみに使用するバッグはデザイン重視で良いと思うのですが、日常的に使うバッグに関してはデザインと機能面のバランスがとても大切だと思っています。
最近ですと小さいものでカジュアルすぎないデザインがいい、でも収納が欲しいという私の個人的な要望があります。ですが既製品のバッグですとデザインが気に入ったものであっても内ポケットが小さくて実用性がないと感じることがほとんどです。既製品や既製品を買うことを完全に否定しているわけではありませんが、私の場合は既製品を買っても使わなくなってしまう、または全く使わなかったという経験を繰り返し、結局10代の頃から自分で自分のバッグを作り続けています。パターンがだんだん出来上がってきました。ノッチを入れて細かい書き込みをして印をつけてパターンの完成です。それではいよいよ裁断と縫製の工程に入っていきます。まずは使う素材を決めてどんどん裁断していきます。洋服と比べてバッグのパターンはとても小さいので裁断の作業自体は簡単なのですが、生地の組み合わせを考えるのにとても時間がかかります。これで裁断は完了です。まずは内ポケットから作っていきます。内ポケットはマチのある立体的なデザインになっていて、マジックテープで閉会します。ポケットの閉会がしやすいようにポケット口にこのようにタブがついています。だんだんポケットができてきました。ではマジックテープを縫い付けてポケットと本体を合体させていきます。今回の動画で一つお詫びしたいことがありまして、カメラのアングルがとても悪くてミシン縫ってるところが見えなくて非常に分かりづらい動画で申し訳ないんですが、出来上がっていく工程は見れるのかなと思って動画にしました。ではポケットの部分が出来上がりましたので、次はファスナーをつけていきます。本側は滑りが悪くて縫いづらいので、シリコンスプレーという滑りを良くするスプレーを使って縫いやすくしたり、あとは押さえ金を変えたりしてできるだけスムーズに縫製ができるように工夫して縫製を進めます。今縫っているのはこの右側の映像にあります底面の部分を縫っています。カバンの底に入っている分厚い芯を縫い合わせて底面を完成させていきます。では次はハトメを打っていきます。ハトメは遠目で見ると等間隔に見えるのですが、近くで見るとこのようにランダムになっています。これはハトメの機械を持っている人にしかわからないと思うんですけども、結構ハトメを開ける作業っていうのは力仕事で、ハトメのサイズが大きいものですとこのように一つずつハサミで穴を開けて地道にハトメを打っていきます。ハトメが打ち終わりました。では次にファスナー付けの続きをやっていきます。この動画で内ポケットが結構ふっくらしてるのが見てわかると思うんですけど、内ポケット結構こだわりがありまして、そのこだわりはマチ付きでマジックテープで閉会できるデザインであることと、張りのある素材でポケットが潰れないということです。ポケット口にあるこのタブもとても重要です。話している間にファスナー付け終わりまして、今これマチをつけてるところでマチ付けも終わりました。そしてこの後は裏面のパイピングをしているところです。洋服もこういったバッグなど小物もそうなんですけども、ずっと裏面を縫ってるので、こうやって表に返した瞬間がとても気持ちいいです。先ほども少しお話ししたのですが、私は既製品のバッグをあまり購入したことがないのと、そもそもショッピング自体が結構苦手なので、あまり売り場を知らなくて、皆さんがカバンを選ぶときにこだわる部分とか譲れない部分、素材、デザインなどありましたら、ぜひコメント欄に書き込んでみてください。続きまして肩のベルトを作っていきます。冒頭でもお話ししたんですが、バッグの製作は裁断とか作業は簡単なんですけども、
この生地の組み合わせを考えるのにすごく時間がかかりまして、今回は肩紐の生地の組み合わせですごく悩んで、そこに一番時間がかかりました。市販のバッグですとバックルを使って紐の長さを調整するというのが一般的だと思うのですが、私は数年前からこのダボを使って長さを調整する肩紐がすごく気に入ってまして、今回もその仕様でバッグを仕上げました。これはファスナーの引き手を作っているところなんですけども、私は引き手を本革のテープにしたかったので、最初にファスナーについていたオリジナルの引き手をペンチで外して本革の引き手をつけました。肩紐がだんだん出来上がってきましたので、最後の仕上げに入ります。最後に肩紐の長さを調整するためのダボをつけて仕上げていきます。ちなみにこの作業も結構な力作業です。完成しました。